ノート PC のスピーカーが壊れたので交換してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。飯山製のノート PC です。購入して3年が経とうとしています。今回は右側のスピーカーが鳴らなくなってしまったので DIY で交換した動画です。今年の2月 CPU グリス塗り替え動画を投稿していますが、おそらくその時スピーカーを押したのが原因だと思っています。こんな風に持ち上げる時指で押したのではないかと思います。持つところがなかったというのは言い訳ですが、多分スピーカーのフェース面を指で押したのです。後で動画を見直して分かりました。修理に出すと最低2週間と言われてしまい、 DIY できるだろうと簡単に考えてのスタートでした。メーカーでは部品の販売はできないそうなので DIY は部品探しから始まりました。メーカーあるいはネットで部品が調達できれば簡単に交換作業は終わったのですが、考え通りにはいきませんでした。興味がある方はその顛末をどうぞ引き続きご視聴ください。スピーカーの取り付け状況。スピーカーはこの SSD の下に潜り込むように固定されています。 SSD を外してみます。このようにケースに収めてネジ3点で固定されています。ネジを緩めてスピーカーを外します。 SSD と同じ小さなネジで固定されています。こんな変わった形をしています。 SSD の下になる部分だけ薄く作っています。空割りをしてスピーカー本体を確認してみましょう。スピーカーの空割り。ネジ穴には干渉用のゴムブッシングがかかっています。本来スピーカーのフェース面は振動するので浮いていますが、そうはなっていません。おそらく中のサポートが外れて後ろの磁石に貼り付いて振動しなくなったのでしょう。この部分からケースを開けられそうです。ケースを開けてスピーカーを確認します。接着剤で貼り付けてあるだけなので簡単に開きました。どうやらスピーカーの中を開けてサポートを直すのは難しいようです。スピーカーも接着なので外します。周りの接着剤を剥がします。外れました。本来フリーのものがこのように貼り付いてしまっています。ネットで同等品を探すことにします。ネットでは同等品は見つかりませんでした。唯一見つけたのがこれで 1W の容量でしかありません。このままでは先にも進めないのでこれを試してみます。写真では分かりませんでしたがフェース面の大きさが違うので音の左右バランスが取れないと思います。なので1個で確認してダメなら2個にしてみます。スピーカーの大きさを調整して枠に貼り付けます。こんな感じです。枠に組み込んで明導を確認します。とりあえずこんな形で良いでしょう。仮で取り付けます。音の聞こえ方はケースの有無で全く違います。
PC を起動するので SSD を戻します。裏蓋はかぶせるだけにします。左右バランスの確認。右から聞いてみましょう。左、左。明らかに右の音が小さいです。スピーカーをダブルにしても左右の音量が違うので、手持ちの 3W のスピーカーを試します。おそらく既存のスピーカーは 3W ではないかと思われます。適合するスピーカーが見つからないので、このケースも使えないようです。このスピーカーは高さが 15mm もあるので取り付けは無理です。これが収まってくれれば良いのですが、こんな感じです。音のバランスだけを確認して次に進みます。設定で左右の音量バランスを50対50として音を鳴らします。右、左の順で鳴らしています。明動は良いようなので 3W で選定を進めます。スピーカーの選定と取り付け。ネットで見つけたスピーカーです。出力 3W、 インピーダンス 4Ω です。大きさは 35×25×6mm でプラスチックケースに収まっています。これが実物です。これならうまく収まるでしょう。 4Ω 3W です。寸法を確認します。35×25×6mm です。このスピーカーは探し方が悪いのか最近までヒットしませんでした。インピーダンスを測ってみます。4Ω です。既存スピーカーのインピーダンスも測ってみます。スピーカーのコネクターは外しています。8Ω ですね。インピーダンスは違いますが、つないで音を確認してみましょう。電線をケース外に出してスピーカーにつなぎました。ちなみにさらに下側を囲って音の違いを確認します。これは 0.3mm のアルミ板を加工して作りました。ケースなしの明動。右、左、右、左、右、左、ケースありの明動。左、右、左、右、左。スピーカーの取り付け。リード線をハンダ付けします。スピーカーにケースを取り付けても音質は劇的に変わらないので、ケースなしで取り付けています。リードがちょっと長いですが、このままにします。接続点に熱収縮チューブをかぶせます。コテでチューブを収縮させています。
終わりました。スピーカーの裏に鑑賞用のクッションを貼り付けました。位置を合わせて両面テープで PC ケースに貼り付けます。スピーカーケースに合わせて金具を作ってみましたが不採用としました。このまま直に貼り付けても問題ないでしょう。終わりました。SSD のネジを戻します。その前に配線をもう少しまとめます。この PC は NVMe SSD が使えるのでスピードが格段に違います。改めて SSD を戻します。ネジを戻します。終わりました。このスピーカーケースをなんとか使えないかといろいろ考えましたが使えるスピーカーがないので断念です。左側のスピーカーはこのままにしますが壊れたら同様に交換可能です。スペースもこの通り大丈夫です。蓋を閉じて作業完了です。最終試験。事象が発生してから実行までに随分時間がかかりました。左、それからすれば修理に出した方が良かったと思う方も多いと思います。右、ただ私は手元に2週間も PC がないという状態は考えられないのでやむを得ない処置でした。右、 PC はデータも含め大切にしなければと気持ちを新たにした出来事でした。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。右、左、次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。